めます。拍手しましたね。はい、ありがとうございます。本日は挑戦というテーマでプレゼンテーションをさせていただきます。栗焼祐介と申します。今回は皆さんは起業に興味があったり、起業してみたい、AI を活用したい、そういった方たちが集まっていると思うんですね。で、私はこの YTalk Japan っていうのですね、個人事業主として、創業したわけです。これがなんと2週間前の、本当は最近の話なんですね。で、皆さんは起業に対してなんかいろいろ考えていることあると思うんですが、ぜひ一歩踏み出してほしいなというところで、今回は起業のやり方じゃなくてですね、私が今までどういった人生を歩んできて、で、どういった人間が起業するのかっていうことについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まず自己紹介からさせていただきます。2005年2月10日まで。ということで、20歳です。はい。なので、もしかしたら、同じ年齢くらいの、はい、そうなんですよね。だから、皆さんの友達くらいの年齢が前に立って喋ってると思ってください。で、今、同志社大学っていうところに通っていました。ですが、今、休学しています。で、この理由は後ほど説明します。で、YouTube 活動と YTalk Japan 創業。これがメインの話になってくると思います。で、今回伝えたいことなんですけど、先ほども言ったように皆さんと同じ年齢くらいなんですね。で、皆さんと私が、今ここ立っている理由としてですね、違いは何かなって思った時に、起業してるかしてないかだと思うんですね。だから、で、起業って、かなり、なんていうんですか、勇気がいるんです。勇気。なぜかというとやっぱリスクがあるから。はい。どっちかというと合理的な理由じゃなくて、感情的に自分の内側から来るやる気で動くような、そういったものが起業だと思うんです。なので、今回は私の人生をですね、こういった経緯で起業したよっていうのを話したいと思います。こうすれば、心が動いたりとかですね。そして、あとは起業してみようと思ったり、一歩踏み出してくれたらなって思います。はい。これが私の中学時代の写真になります。これやってるスポーツはテニスなんですけど、もっと詳しく言ったらソフトテニスっていうスポーツです。多分韓国でも人気なスポーツかなと思います。韓国と日本が強いスポーツですね。で、本当にこのスポーツが中学時代すごく好きだったんです。なので、両親に頼んでですね、テニススクールに行かせてほしいって言って、週2でテニススクールに通っていました。で、学校の練習が終わった後は、自分でコートを借りてですね、練習したり、あとは、この中学生ながらも、プロテインとか筋トレとか、本当に試合で勝つためのことをやっていました。なんですが、こんだけ練習したんですけど、もちろん上手くはなったんです。上手くはなったんですが、最後に中大連という大会があるんですね。県大会に行けるかどうかを決める試合。で、その試合で、1回戦敗退しちゃったんです。予選の1回戦ですね。だから本当に一番最初のステージで負けてしまって、っていう経験があります。で、ここで私を象徴するようなエピソードが起きるんですけど、こういった結果にも関わらずですね、あることを言い出すんです。それが、両親に九州で一番テニスの強い高校に行かせてほしいとお願いしました。で、私の両親はかなりオープンマインドって言います。何でもやっていいよっていうので、どうぞって感じだったんですけど、例えば同じテニスをしている子とか、周りからは結構批判的な言葉はありましたね。お前が言ってもレギュラーにはなれないよとか、そういった言葉あったんですけど、どうしてもやっぱテニスが好きだったので、そういった決断をして、高校入学しました。左が入学式の写真で、右が実際にテニスの試合、大会に出てる時の写真になります。で、結構練習したんですね。というのも、中学校の時にあることがきっかけで、この練習を頑張れたんです。それが、中学校の時に、テニスの先生がいましてですね、で、九州で一番強い高校に行くよって、合格したよって伝えに行ったんです。で、お前の目標は何やって言われて。で、本当にその時実力がなかったから、でも高い目標を言おうと思って、レギュラーになることですって言ったんです。そしたら、その先生にめちゃくちゃ怒られたんですね。何言ってんだ？何レギュラーを目指してんだ？目指すんだったら全国で勝つことだろって。そうやって自分で限界を決めると
それ以上伸びなくなるぞって言われたんです。で、この時に発展させられたんですね。普通だったら高校合格しておめでとうって雰囲気じゃないですか。なんですけど、そこで怒ってくれたんですね。最初はちょっとびっくりしたんですけど、でも言ってることは理にかなっていたので、確かに自分が間違っていたなと思って意識を変えました。だから高校に入学してからは本当に言葉通り死ぬ気で練習しました。朝は始発の電車に乗ってですね、だいたい1時間ちょっとかかるんですけど、高校まで行って、で朝は山を5キロ毎朝走って、で授業を受けてですね、で練習して、で練習が終わった後夜練習、その練習が終わった後にみんなが帰った後に居残り練習をして、で終電で帰るっていうのをもう毎日繰り返しました。こうしないとですね、うまくなれないんですよ。最初って本当に一番下のレベルだったんですね、入学した時。だから雑草を抜くとかボール拾うとか、そういう雑用なんですよ。だけど本当に強くなりたかったので、こんだけ死ぬ気で練習して、あとは中学校の恩師の言葉です。言葉でここまで頑張れたかなと思います。その努力が功を奏してですね、これは高校2年生までの写真なんですけど、これは全部表彰式の写真になります。で、努力が功を奏してですね、テニスバーと全国大会出場して、西日本準優勝、熊本優勝、あと九州も優勝して、でキャプテンになってチームで一番強い選手になることができました。だからチームを引っ張ってですね、一番これですね、左端に、これは熊本県を優勝した時の写真なんですけど、ここまで成長することができたんです。この時にまず一つ思ったことがあって、本当に限界を決めるのは自分だなって思いました。まさか中学校の恩師に会う前はこんな上手くなるなんて思ってなかったです。頑張ってもレギュラー入って3番目か4番目かそのくらいかなと思ってたんですけど、もうたくさん大会で勝つことができて、もう熊本県で第一シードの一番強い選手になれたわけです。っていうもう無名の選手の状態から上手くなったっていうのがあるんですけど、もちろんこの実力の部分、努力の部分も評価はしてほしいんですが、ここですね、一番大事なのはここです。この時に九州で一番強い高校に行こう、実力に見合ってないことを言ったっていうところかなと思います。好奇心とか、また自分のことを信じる力、これがちょっとなんていうんですかね、また後々来る起業について関わってくることかなと思います。で、かなり順調でした。本当にテニスが順調で、全国大会も控えてて、なんですが、あることが起きるんですね、高校2年生の冬に。それが難病、潰瘍性大腸炎っていう国が指定する難病にかかってしまいました。で、潰瘍性大腸炎っていうのはどういう病気かっていうと、お腹が免疫があるじゃないですか、腸の中に免疫。その免疫が自分の体を間違って攻撃しちゃうんですね。自己免疫疾患って言われてる病気なんですけど、でこれにかかってしまって、もう食べちゃいけないんですよ、ご飯を食べたらお腹が荒れちゃうから。だから1ヶ月間ずっとこうやって腕にですね点滴をして、ここからカロリーを取って1ヶ月間食事なしでですね過ごしました。でこれで右の写真がもうガリガリなんですけど、もう体重が10キロ以上落ちました。でこういう経験があります。でこの時に思ったことは、もちろん悲しいんですよね。悲しい。まさか自分が病気になるなんて思ってなかったし、ずっと健康だったし、スポーツもやってたし。で自分の母と電話したら、やっぱりもう母の声が悲しいんですね。泣いてるんですよ、電話越しで。我慢してるかもしれないんですけど、やっぱそういうのも伝わってきて悲しいなっていうのはありました。本当にこの時はもう絶望って言葉が似合うような状況だったと思います。なんですが、あと一個の感情があったんですね。それがめちゃくちゃ悔しかったんです。だってまだこの時高校2年生です。将来まだ長い。で、好奇心も強い。いろいろやりたいことがある。なのに病気になってしまった。もう先が見えないんですね。本当に言葉通り絶望を経験したっていうのがあります。なんですがまた転機が訪れるんですね。まず難病っていうのは治らないから難病って言われてるんです。なんですが 20% の人だけですね、初回発作型って言って、普通は炎症、お腹が荒れて落ち着いて荒れて落ち着いてを繰り返す病気なんですけど、荒れて1回荒れるだけ
でその後はもうずっと落ち着くっていうタイプの人が 20% いるんですよ。もう察しの方はわかると思うんですが、なんと病気から復活するんですね。完全復活。でこれ左の写真はみんなで文化祭で撮った写真になります。でもお医者さんから言われたのはですね、その潰瘍性大腸炎って今日本で急激に増えてる難病なんです。で食事とかいろいろ関係はあるんですけど、ストレスが原因なんですね。やっぱりその時テニスの、重圧じゃないですけど、そういうのが大きかった。あとはこの自分の真面目な性格、そういうのも相まって起きてしまったことかなと思います。でここからですね、でも病気だったじゃないですか。病気だったけど病気が治ってことはもうエネルギーがめちゃくちゃあるんですよ。将来いっぱいしたいとか。でもそれが急にできなくなったけど治った。で人間って意外と簡単になくなるんだな、意外と簡単に病気になるんだなと思って、だったらもうやるしかないと、頑張ろうと。でここから受験を始めます。でここでまたなんか変なこと言い出すんですね。でこの時にずっとテニスをしてて家に筆箱を持って帰ったことがない人間でした。なんですけど同志社大学を受験したいって言うんです。でもう高校2年生の冬で普通に考えたら間に合わないんですね。でそもそもうちの高校がスポーツのための高校みたいなところがあって、だからそもそも勉強メインじゃなくて高校の偏差値自体も40いくつだったんです。だけどテニスの経験からですね、限界を決めるのは、自分だということでここで諦めずに同志社大学を受験しました。テニスの時と同様ですね、周りから結構いろんなこと言われるんですね。例えばその勉強の頭のいいクラスがあるんですけど、その先生からは受験を舐めすぎって言われたり、裏で言われたり、そういうのを感じて結構言われてました。でももうエネルギッシュなわけです、病気になって。でここで毎日もう10時間以上、言葉通り10時間以上勉強しました。もしかしたら12時間勉強してた日もある。そのくらい勉強してましたね。この右の写真は塾に行ってたんですけど、その塾の帰りに駅まで向かうんですけど、友達とね帰ってて、その時にもう歩く時間も惜しいから歩く時間も勉強の時間だと思って単語帳開いて英単語を勉強してました。もうそのぐらいしないと間に合わないんですよね、同志社大学に受かるって。だって西日本で一番頭のいいその私立の大学だから結構有名じゃないですか。なので勉強しました。でそうしたらなんと合格したんですね。これは大学のみんなでご飯に行った時の写真ですね。今日関西で有名なもんじゃ焼きを食べに行った時の写真です。でこれもまた、成功体験ですね。自分でやっぱ限界を決めなかった。客観的に見たら難しいと思うんです。だってそもそも私の高校で、私の学科で同志社に行った人、今まで一人もいないんですよ。だから、簡単に言ったら、異業っちゃ異業ですよね。まだもっと上の大学ありますよ。慶応とか早稲田とか。でもそれでも客観的に見て異業を成し遂げたというので、パンフレットにも載ったりしたわけです。で、ここからですね、もう病気が治って、大学に入学して、環境もいろいろ整ってるし、というところで、またいろいろやりたいってなるんです。で、それで、海外留学行きました。もともと英語に対して強い憧れがあったんですね。英語を話せたらかっこいいなっていうのもあったんですけど、あとは海外の人と関わりたい、海外で仕事してみたいっていうのもあって、で皆さん知ってますかね、フィリピン留学。だから多分韓国とか日本だと有名だと思うんですけど、ヨーロッパとかに比べて話す回数がめちゃくちゃ多いんですよね。ヨーロッパって一つの教室に20人ぐらい生徒がいて、先生が1人いる。こういう感じなんですよ、今みたいな感じのがヨーロッパとかアメリカとかオーストラリアとかなんですけど、このフィリピンって1日8時間1対1で先生と話すんですね。だからもうどんだけ英語が喋れない人でも喋らざるを得ない環境に行けるっていうというので行きました。でこれに行く前ですね、英語の勉強はもちろんしてました。大学合格した後にTOEIC のテストを受けたんですね。TOEIC のテストが本当最初580点、低いんですけど、このフィリピン留学に行く前にはもう800点ぐらいまで上げて、一応基礎を整っていきました。でも喋れなかったんで、海外留学に行きました。2ヶ月間ですね。で帰国した後に YouTube 活動を始めました。というのも英語を勉強している時に思ったんですね。いろんな勉強法があって、自分も
いろいろ試したんですけど、その中でもイマージョンラーニングっていう勉強が有名なんです。海外で特に有名で、一番言語が伸びるんですね。私もこのイマージョンラーニングのおかげで今、英語を話せるようになったんですけど。で、そのイマージョンラーニングって何かっていうと、ひたすらネットフリックスとか、あとは、何でもいいです、ユーネクストとか何でもいいんですけど、英語のドラマとか映画とか、そういうのをひたすら見たら英語話せるようになるよねっていう、英語のシャワーじゃないですか。そういう感じのものです。で、英語ってたくさん教材があるんですね。だって、英語って一番喋る人多いし、だからコンテンツも多いし、だけど日本語の教材ってあんまりいいのないなって思ったんです。理由が、その言語的にですね、日本語って翻訳が間違われやすいんですね。自動で字幕つくじゃないですか、YouTube って。だけど、あれって間違っちゃうんですよ。なぜかっていうと、日本語ってよく省略するじゃないですか。私とかいちいち言わないじゃないですか。だからそういうのでミスが起きるんです。だったら英語も日本語も話せる自分がいい教材を作って、で動画の中に辞書を作ってるんですね、右側に。そうしたらわからない言葉も自分の動画の中で調べることができるっていうので便利なんじゃないかなと気づいたわけです。でそれで YouTube を投稿して、なんと2ヶ月で登録者が4000人いくことができました。最初の動画と2本目の動画が簡単にプチバズりですけどプチバズりしまして、でやっぱり思ってた通りにこの動画に対する需要があったということで。で、その後一回ストップしたんですね、YouTube 活動。で、今が、これはちょっと前のなんで、今が登録者5800人。で、年内には1万人を目指しているっていうところです。はい。で、次、ワーキングホリデー行きました。で、実はなんですけど、休学したって言ったじゃないですか。実は1年間休学したんですけど、このために休学したんです。ワーキングホリデー。英語も話せるようになって、で、海外に住んでみたい。海外で仕事将来したいと思ってたんです。大人になって。ただ、大人になって海外で働きたいのに、海外行ったことない奴が行っていいのかなと思って。海外に住んだことない人が。それでもし、じゃあ海外で働きますってなって、海外やっぱ苦手かもってなったら、もうダメじゃないですか。だから、簡単に言ったら自分を試すじゃないですけど、そういった意味で、ニュージーランドの方にワーキングホリデーに行きました。だから本当はこの1年間、ニュージーランドにいるはずなんですね。はい。でも帰ってきてます、今。これもちゃんと理由があるんですね。で、ワーキングホリデーって仕事探しめっちゃ大変なんですよ。はい。言われてるんですけど、でも、仕事は見つかりました。なんと仕事を探し始めて、3日目にですね、カフェの、ランナーってわかりますかね？コーヒー出したり、あとはお皿直したりっていうフロントの仕事で、街のど真ん中の大きいカフェの仕事をもらうことができたんですね。なんですが、週40時間で時給も良くて、良かったんですけど、5日働いてですね、辞めました。で、理由は、この経験のおかげで仕事に対する価値観が変わったんですね。ワーキングホリデーって正直めちゃくちゃ稼げるんですよ。もし私が仕事を続けていたら、収入だけで500万は言ってました。はい。けど、ホリデーペイとかあるんですよね。土日だと高くなるとか。なんですけど、ずっと同じ仕事をするんですよ。ランナーって。だから、お金だけをお金と英語力上げたいだけで来たこのワーホリで気づいたんですね。お金じゃないなって。お金ってもちろんみんな欲しいと思います。私もお金欲しいです。もちろん。はい。なんですけど、40時間って人生の中で大きい時間じゃないですか。週に40時間。でそれを、言ったら、働き終わるまで、定年退職を迎えるまで、ずっとそういう40時間働くっていう。結構長いんですね。で、この40時間を退屈だと思いながら仕事をするよりも、楽しみながら仕事がしたいと思ったんです。で、思い出したんですね。この5日目働いてはきついなと思って、部屋に戻って考えたのが、日本にいた時に楽しい仕事があったんです。私がしてた仕事で。バイトなんですけど、それがテニスコーチやってたんですね。京都で。で、テニスコーチはめちゃくちゃ楽しいんですよ。なんでかなって思ったら、やりがいですね。もっと具体的に言ったら、誰かを助ける。自分の能力を使う。そう。っていうのが、私が求めてるものって気づけたんです。だから、帰って起業しようと思って帰ってきました。はい。それで、ワーキングホリデーは、2ヶ月しかやってないです。はい。で、帰ってきて、
帰ってきて、1ヶ月経ったかな、経ってないかなぐらいで起業しました。本当に、もうこのスピード感ですね、結構速いと思います。で、現在の活動なんですが、先ほどの YouTube ですね、先ほども言いました通り、年内で1万人を目指して、頑張ってるというところです。もっと行きたいんですけど。で、左のやつは、ちょっと違うんですけど、こんな感じでレッスンもしてるんですね。丹木さんとも日本語を。なんか、受け取ったものがあればいいなって思います。正直自分で言うのもなんですけど、面白い人生なんですよね。いろいろありました。成功した経験もあれば、落ち込んだ経験もあります。ただ、個人的に言いたいのが、私は起業できたのはこの2つ理由があるなと思って。1つが、病気になった経験。病気になると、やっぱり、どれだけ自由に動けるのが素晴らしいことかに気づけるんですね。だから、病気が終わった後に後悔しないように今日って思いました。で、2つ目がテニスの成功体験。あとはYouTube もそうですし、あとは大学の合格もそうですし、みんなが客観的に見て難しいっていうのを成し遂げた。だから、俺ならいける。挑戦しようって思えるような、マインドがあるんですね。っていうのが大きいかなと思います。で、伝えたいことなんですけど、もう本当に皆さんとの違いって起業してるかしてないかだと思うんですね。で、本当にいろいろ言いたいことあるんですけど、まず一つ目は、後悔しないように生きてほしい。って言葉は、言われすぎです。言われすぎなんで響かないんですよ。私もそういう言葉を聞いて、後悔しないように生きないとな、で終わるんですね。だから、もう、後悔しないようにとかっていう言葉は別にどうでもいいんで、もちろん後悔しないように生きるのは大切ですよ。私はこうやって病気になれたから、後悔しないように生きる大切さが分かったんですけど、でも、なかなか、皆さん健康だと思うので、中には病気を持っている方もいるかもしれないですけど、健康だったら分からないんです。だって今って、日本って本当にいい国じゃないですか。韓国も。だから、別に特別なことをしなくても生きていけるんです。だから、保守的な思考、挑戦しないような思考になるのは当然なんですね。でも、ここに集まっている皆さんって、何か起業に興味があったりとか、挑戦したりとか、アイデアがあるとか、そういう方がもしかしたらいるかもしれないです。で、その時に、行動するときにですね、リスクとかいろいろ考えると思います。もちろん、リスクを考えること大事です。黒字になるか赤字になるか、支出がどんぐらいか、いろいろ考えるのは本当に大事なんですけど、それよりもですね、結局は最後は勇気なんですよ。勇気。はい。で、なんていうんですか、頭を使って合理的に考えようとすればするほど動けなくなっちゃいます。なので、私が言いたいのは、もう、後悔しないように生きるとかわからないんで、病気になってみないと。でもそういうことがあるから、とりあえず動いてみるっていうのがいいと思います。どうですか？もし、頭の中に今アイデアがある人がいるかもしれません。で、それで、起業してない人生を想像してほしいんですね。でそれで、大人になった時に、後悔してないならいいと思います。全然いいと思います。でも私は後悔すると思った。ここで仕事をしないと、普通に就職して、本当に自分がしたい仕事ができるのかなって思ったんですよね。で、大人になって、じゃあ、起業しようってなるじゃないですか。遅いんですよ。遅いんです。なんでかって言ったら、もちろんお金があったらできますよ。余裕があれば。ただ、大人になったら、家庭を持つんですね。家庭を持たない人もいるかもしれないですけど、子供とかいるじゃないですか。養っていかないといけないんです。でも、今しかないんです。起業できるのって。リスクがないから。少ないんですね。背負ってるものが。だから、この空いてる期間に挑戦しようと思って、起業したっていうところです。はい、あとは、そうですね、起業して思うことですね、は結構楽しいです。今、仕事の価値観が変わったんですけど、今、まさに毎日一日一日生きてるなって思います。はい。もう絶対後悔ないです。今死んなくなったら後悔はあるんですけど、ただ、今生きながら毎日毎日後悔のないように生きてるなっていうのは思います。はい。以上です。ありがとうございました。